広い海が見渡せる高い山。その山のうんと高いところに一匹のヤンチャムが住んでいました。そのヤンチャムは強くなるため毎日厳しい修行を続けています。修行の合間はたくさんのガラクタを集めては洞穴に置いていました。その中でも特に大事なウィンディのポスター。ウィンディはヤンチャムの憧れのポケモンです。ヒーローになりたいヤンチャム。ヤンチャムのいる山から少し離れた町に一人の少年がいました。ヤンチャムの噂はこの町のポケモンセンターでも話題になっていました。一人のトレーナーは言います。見ろよ、この身のこなしとすごいパワー。並のヤンチャムじゃないな。もう一人のトレーナーは言います。でもうんと高い場所にいるから誰もゲットしに行けないらしいぜ。町での噂をよそにヤンチャムは修行に明け暮れていました。ヤンチャムには夢がありました。それはウィンディのように正義の心を持ったヒーローになること。ヤンチャムが今よりずっと幼かった頃、意地悪なベロバーに大事な木の実を奪われそうになりました。そこを一匹の勇ましいウィンディと一人のトレーナーが助けてくれました。強くてかっこいいウィンディがヤンチャムの憧れのポケモンになったのです。かつてここで修行していたというウィンディ。そのウィンディは火炎放射で滝を割るという離れ技をやってのけたほどでした。ヤンチャムもいつか滝を割れると信じ、毎日聖剣好きを続けていました。ヤンチャムは強くなって進化すると、ウィンディではなく悪タイプのゴロンダになります。コアモテポケモンのゴロンダになってしまうと、どんなに頑張っても怖がられてしまうかもしれません。それでもウィンディのようなヒーローになりたいと改めて決意するヤンチャムでした。少年はお父さんから誕生日にもらった青いスカーフを見つめます。そうすると勇気が湧いてくるからです。少年は双眼鏡で山の上の方を見渡します。するとついに探し求めていたヤンチャムを見つけました。ヤンチャムは少年の気配に気づき、ささっと姿を消します。少年は自然なもので作られたジムや洞穴を見ると、ヤンチャムが先ほどまでいた気配を感じました。少年は諦めずに探します。でもヤンチャムは忍者のように身を潜めます。ボロボロになっているウィンディのポスターをガラクタの額縁に入れて飾り直してあげました。夜になっても少年は
なかなか帰ってくれません。少年はヤンチャムが目の前にいるように自分の話を始めました。あの山の途中に僕が生まれ育った町があるんだよ。その町に行くにはとても狭い道を通って進んでいく必要があるんだ。でもね、落ちてきた岩のせいで採掘場の入り口が塞がれてしまって、そこで働いている人やポケモンが閉じ込められてしまったんだ。僕のお父さんも閉じ込められてしまった。採掘場には食料はまだあるけれど、そんなに持たないかもしれない。ブルドーザーが入れないから、小型でパワーのあるポケモンならみんなを助けられると思ったんだ。少年は青いスカーフを見つめて言います。このスカーフはお父さんが誕生日にくれたんだ。勇気の証のスカーフだって。だからこうやってここまで登ってこれたんだ。朝まで待つよ。それでもダメならまた別の方法を考えるよ。朝が来て少年は目を覚ましました。ヤンチャムの近くにモンスターボールが落ちていました。少年はヤンチャムの思いを受け取ってそのボールを投げました。ヤンチャムと少年は急いで町へ向かいます。あっという間に景色が過ぎていきました。採掘場にたどり着いたヤンチャムは大きな岩を鉄の拳で破壊していきます。掘り進めるうちに小型のポケモンが出入りできる穴ができました。閉じ込められていた一匹のベロバーが飛び出してきます。大変！大きな岩が落ちてきました。岩を何とか支えたヤンチャムでしたが、ベロバーを見ると足をくじいてしまって動けない様子です。このままだとベロバーが潰されてしまいます。さらに岩が崩れた場所から熱い温泉が噴き出して、ヤンチャムとベロバーを滝のように襲います。進化したら怖がられてヒーローになれないかもしれないという迷いが頭をよぎります。ヤンチャム！少年は力いっぱい叫びます。ゴロンダはすべての岩を片付け、最後の一人と一匹を救出しました。振り返ると採掘場の人たちがゴロンダをじっと見つめています。ゴロンダはその場を立ち去ろうとしました。するとゴロンダに助け出された人たちが拍手をしてくれています。お父さんに何かを言って少年が駆け寄ってきました。手につけていた青いスカーフを取って怪我をしたゴロンダの手に巻いてあげました。少年は言います。これは勇気の証だよ。ゴロンダはみんなのヒーローになったのでした。アルプス一万弱小槍